こんにちは。僕が一番好きな文学賞はブッカー賞なのですが、この賞には英語への翻訳作品を対象としたブッカー国際賞があります。世界各国からの作家はもちろん、その翻訳者にも光が当てられる素晴らしい賞です。そして先日、2022年のブッカー国際賞が発表されました。ということで、今日紹介する本は Tomb of Sand です。最終候補まで残った作品は6作品のうち5作品は読んだのですが、まさしく大本命が受賞したといった印象です。本のジャンルやページ数のためか、海外での読書レビューは未だに数は多くありません。そしてその読者の意見でよく見られるのが、どうやってレビューをすればいいかわからないです。物語の展開、プロット自体はシンプルなのですが、その感想を伝えるのが非常に難しい作品です。本書は今後も日本語に翻訳されることはないだろうと思っています。そこで今回は一体どのような作品がこの世界を代表する賞を受賞したのか、本書の特徴、魅力を伝えていきたいと思っています。著者はインド人作家のギタンジュリー・シュリーさんで、翻訳はデイジー・ロックウェルさんです。日本で出版される翻訳書には訳者後書きがついていることが多いのですが、英訳版でそれを見かけることはありません。しかし本書には翻訳者のコメントがついており、いかにこの作品が翻訳者にとって、読者にとって挑戦的な読み物であるかが述べられています。インド北部を舞台とした本書のあらすじは非常に簡単です。夫を亡くした80歳の女性が主人公の物語です。失意の中にある彼女は物語の冒頭からベッドから離れようとしません。やがて彼女は起き上がります。しばらくは平穏に思える日々が続いていましたが、彼女はある日、隣の国パキスタンに旅をすることを決意します。この突然の決意の裏には一体何があるのでしょうか。以上が700ページを超える本書のあらすじになります。このあらすじの行間には物語がいろいろな出来事で溢れているわけではありません。それではなぜこれほどまでのボリュームの作品に仕上がっているのでしょうか。答えはその語り手にあります。語り手は複数の登場人物にまたがり、そしてそれは無機質なドアであったり、カラスが担当することもあります。そしてこの通常の三人称視点からさらに読者に直接語りかける神視点を持つような謎の人物まで登場します。いろいろな視点から物語を眺めていくため、ゆっくりとした時間が本書には流れています。語り手が何の前触れもなく変わっていくのも特徴で、会話文の印となるクオーテーションマークもありません。誰が話しているのか、文を最後まで読むまでわからないこともあります。この手法は2021年にブッカー賞を受賞した The Promise でも見られ、その文体が生み出す渦のような沼に飲まれてしまう感覚を味わいました。そして今回は登場人物たちがまるで本を読んでいる自分を囲っているかのような強い臨場感を感じました。これが物語の舞台であるインドという風土のせいなのかはわかりませんが、いずれにしてもこの独特な会話文の手法には読者を引きつける強い魔力を感じます。本書を読んでいて圧倒されるのが未翻訳のまま記された異国語の多さです。ヒンドゥー語、ウルドゥー語、パンジャーブ語、サンスクリットが本文にあふれ、この点は翻訳者後書きでも語られています。原著はヒンドゥー語で書かれているのですが、逆にそこでは英語の文字で溢れているそうです。さらに本書は様々な言葉遊びに溢れています。僕自身もジャンルは違いますが翻訳者をやっているため、この作品を担当した翻訳者の苦悩やその努力の結晶がひしひしと伝わってきます。こういった点もブッカー国際賞を受賞するには必要な要素だと思っています。ここまでは本の特徴についてでしたが、今からは本の内容について話していきます。本書のテーマはボーダーです。主人公の女性は物語の後半でパキスタンに渡ることを決断しますが、背景には1947年のインド・パキスタン分離独立という歴史的事実が存在します。まさにこれは国境という意味でのボーダーです。そして振り返ってみれば、本書には様々な境界線が存在し、そしてその曖昧な境目はことごとく乗り越えられていることに気がつきます。主人公の女性にはいつも自分を訪ねてくれる友人がいます。その友人は男性でも女性でもない第三の性を持っており、南アジアではヒジュラーと呼ばれます。このヒジュラーも物語の重要な人物ですが、まさに性の境界線を越えた人物です。
さらに本書では文法の壁が言葉遊びの一環として壊されていることがあり、これも既存の境界線を越えた例だと言えます。本書の特徴である次々と変わる語り手も、つまらない決まり事など不必要と言わんばかりの著者の主張と言えるのかもしれません。物語が動き出し、いろいろと歯車が噛み合ってくるようになるのは本書の後半になります。物語の展開に焦点を当てて読み進めてしまうと、先に進まない退屈な物語で終わってしまいます。著者に導かれるまま、いろいろと寄り道をしながら読み進め、そしてその結末には果たして読者は何を感じるのか、まさに至高の文学作品といった内容です。最後にはなりますが、実は物語の中には、本書そのものを解説しているのではないかという箇所がいくつかあります。その語り手の気ままな独り言なのかもしれませんが、そんな小さな仕掛けも本書の魅力です。というわけで今回は Tomb of Sand の紹介でした。それではまた次の動画で。